今日は前回の動画に引き続いて UK ガラージ系のスタイルを解説するよ。前回の動画では説明しなかったけど UK ガラージは名前の通りイギリス発祥、そしてその後のイギリスの EDM に多大な影響を与えたジャンルでもある。だから UK ガラージ系のスタイルって要するにイギリスの EDM スタイルってこと。イギリスの EDM は UK ガラージとドラムンベースが非常に有名で、イギリスの EDM はこの2つの影響が強い。前回のダブステップが典型的な例だね。ということで引き続き UK ガラージ系イギリスの EDM スタイルを解説していくよ。グライムはダブステップと同時期にイギリスの主流となった EDM ジャンル。激しいラップが一番の特徴なんだけど、スノだとその効果が出ないんだよね。軽くラップっぽくなる効果はある。でも激しさが加わることはないかな。だからスノだとあまり特徴のない無難なイギリス系 EDM スタイルって感じ。フューチャーベースはダブステップを派手で明るい雰囲気にしたジャンル。このジャンルに J-POP 要素を混ぜた可愛いフューチャーベースという派生もある。これの影響で可愛いを入れないフューチャーベースの方も J-POP 要素があるよ。本来のフューチャーベースとは少し違うけど日本好みの曲調になったとは思う。 UK ベースはシンプルな曲調と不規則なリズムが特徴の音楽。楽器数が少なく明確なメロディーもない不規則なドラムが主役になる音楽だよ。 UK ガラージ系の独特のリズムが強く出て個性的で面白いんだけど、ドラムンベースに近いリズムになることもあって効果が不安定だね。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聴いてみようか。イギリスの EDM 系スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。イギリスの EDM の特徴はリズム。拍の感覚が曖昧になる展開が多い。この独特のリズムは好みが分かれる。日本だと受けが良いとは言えないだろうね。私は結構好きなんだけど楽しむには慣れが必要だとは思う。動画の後半はイギリスの EDM と他のジャンルの複合スタイルを解説するよ。グリーン D はグライムプラスインディーロック。ロックにグライムの要素を混ぜた曲だよ。前回の動画でも同じ話をしたけど、イギリスの EDM をロックと解釈するとテンポが半減したようになる。
グリンディーもスローテンポになるよ。ロックの影響でリズムもシンプルになる。ヒップホップに近い雰囲気になるかな。レゲエステップはレゲエプラスダブステップ。レゲエ要素を取り入れたダブステップだよ。ダブステップは前回解説したように4拍目が消えてテンポが半減した曲。その元に4拍目が裏拍扱いになって、レゲエの裏拍の伴奏が乗る面白い構造だね。私はこの手のパズルゲームのような音楽ジャンルの融合がかなり好き。まあつまり消えた4拍目がレゲエの伴奏である意味復活したから、リズムは分かりやすくなったね。普通のレゲエと似たノリになる。ハードウェーブはダブステップ系のリズムにトランスを混ぜた音楽。トランスはシンプルなリズムなので、これもリズムがかなり分かりやすくなる。ちなみにハードウェーブはウェーブという音楽ジャンルから派生したんだけど、ウェーブスタイルの方は効果がないよ。ダークウェーブ系の曲になっちゃうね。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。イギリス EDM プラス多ジャンルのスタイルがどんな曲を生成するのか聞いてもらったよ。他のジャンルと混ぜることで独特のリズムは弱まり聴きやすくなる。 J-POP を混ぜてリズムを単純にした可愛いフューチャーベースの例もある通り、他のジャンルでリズムを抑えると日本向きの曲も作れると思う。そして他のジャンルと混ぜるのはもちろんスノの得意分野だから、かなりスノ向きのスタイルだと思う。いろいろな組み合わせを試してみるといいね。変な曲になることも多いだろうけど、新しい音楽を探求するのは良いことだよ。それじゃまたね。